はいどうも、ビバです。当チャンネルはアクアリウムのチャンネルなんですが、3D プリンターを使ってアクアリウムに役立つ用品をいろいろと作成しています。例えばプロホースを水槽に固定するプロホースホルダーだったり、スチール水槽台に扉をつけるアイテムだったり、まだ公開してないんですが、新作のアクアリウム用品も現在制作中です。アクアリウムっていろんな水槽があって、既製品だとちょっと対応しきれないものとかもあるんですけど、 3D プリンターを使うとそういったニッチなサイズのアイテムだったり、ちょっと変わったアイテムだったりを自由に作ることが可能です。なので当チャンネルではちらほら 3D プリンターの動画出てくるんですけど、今回またご縁があって最新の積層型 3D プリンターをご提供いただきました。今回ご紹介するのは CD+4、 以前ご提供いただいた CD テクノロジー Q1 Pro の兄弟機の最新モデルです。かなり夢のある製品になっているので、もしかしたらこの製品から 3D プリンターデビューする人もいるかもしれません。もちろんこれまで 3D プリンターを使っていた方にとってはかなりスペックの高い製品になっているので、買い替えを検討している方も要チェック。造形サイズの大きさとコスパの高さ、そして将来的にマルチカラー印刷へアップグレードも可能なこの製品、今回は CD+4 の製品特徴紹介と冒頭にも見ていただいたビバ君の作例、そしてレビュー動画らしく良い点悪い点をまとめていきます。ビバアクアが 3D プリンターでどんなことやってるんだっていうのが気になる方もぜひ最後までご覧ください。それではやっていきましょう。ではこちらの CD+4 の製品紹介をしていきます。 CD+4 は積層型プリンターの中でも Core XY と呼ばれるタイプです。このプラットフォームが上下するタイプですね。まず注目すべきは 305×305×280mm という造形サイズ。 Core XY のプリンターの中でもかなり大きい造形物が作れるモデルになっています。プリントヘッドを高速に動かすこの XY ベルト、一般的には 6mm のものが使われるんですが、 CD+4 では 9mm にアップグレードされています。しかもこのリニアシャフトは極太の 10mm が採用されています。ジェット軸についてもデュアルモーターと 10mm のリニアシャフトでスムーズな稼働を実現しています。そして表面からは見えないんですが、このプラットフォームに均一に熱を伝えるために厚さ 6mm のアルミベッドが採用されました。 Q1 Pro でも採用されていたヒートチャンバーは 400W、 65度にパワーアップしました。ヒートチャンバーによって ABS とかの反りやすいフィラメントも安心して印刷できるのと、このヒートチャンバーをフィラメントドライヤーとしても使えるみたいです。オートレベリングとインプットシェーピングも当然のように搭載されています。印刷のたびにしっかりレベリング調整してくれるので、印刷のミスも少ないですね。印刷速度については他社を含めても最速レベル。ただ高速印刷をするには高速印刷対応のフィラメントが必要だと思います。試しに一般的なフィラメントで高速印刷してみたんですが、煙突部分が潰れちゃったり、お尻の部分に変な亀裂が入ってます。こちらは同じ一般的なフィラメントで速度を半分にして印刷したもの。それでもめっちゃ速いんですけど、印刷クオリティは見ての通り、細かいカーブも煙突部分もオーバーハングもしっかりと印刷ができています。高速印刷対応のフィラメント結構高いので、安いフィラメントを使う人多いと思うんですが、それでも印刷クオリティは十分満足できると思います。本体内部にはカメラが搭載されています。こちらは 1080p のカメラでタイムラプス動画撮影とかモニタリングが可能となっています。そして現時点ではまだ使えないんですが、マルチカラーを実現できる CD ボックスに対応しています。 CD ボックスを使えば標準で4色の多色印刷が可能。 CD ボックスは2025年第一四半期に登場予定なので、 CD ボックスがどんなものになるのか今から楽しみです。そしてこの CD+4 レビュー動画とか見てみると、工業レベルのプリンターが一般家庭用に降りてきたみたいに言われています。何がすごいかというと、プリントヘッド温度が最大370度、ホットベッド温度が最大120度。これにより従来扱えなかったフィラメントまで扱えるようになっています。とはいえ一般的に使うのは PLA とか PETG、 用途によっては ABS とかこの辺りのフィラメントをよく使うとは思うんですが、 CD+4 はあんまり聞きなじみのない ABS-GF、 これはグラスファイバー、ガラス繊維ですね。ホットベッドの温度が100度から110度必要なフィラメントも使えたり、
あと今回初めて聞いたんですけど PPS-CF、 こちらはノズル温度が300度から370度必要、一般的な 3D プリンターでは使えないフィラメントかと思います。ちなみに CD さんのサイトで PPS-CF 販売されてるんですが、炭素繊維強化ポリフェニレンサルファイドっていうよくわかんない材料ですね。こちらスプール1個で1万9000円するので、趣味レベルでおいそれと手を出せるフィラメントではないんですけど、こういった珍しいフィラメントまで扱うことができます。なので工業レベルの 3D プリンターって呼ばれているのかもしれませんね。さあでは作例を紹介したいと思います。まず CD プラス4はスライサーソフトとして CD スタジオを使います。多分 CD スライサーも使えると思うんですけど、 CD スタジオの方が最新バージョンとなっています。今回はビバくんという当チャンネルのキャラクターを作るんですけど、こんな感じでパーツを並べてみました。印刷できるエリア、プラットフォームが大きいのでたくさんのパーツを並べてもまだ余裕があります。そしてこれをスライスして Wi-Fi 経由かもしくは USB メモリとかを使って CD プラス4へデータを送ります。印刷が始まるとこのデバイス画面でいろんな情報を見ることができます。印刷中の状況はこのカメラの画面でリアルタイムでモニタリングできます。あとここからタイムラプスの動画とかもダウンロードすることが可能です。では印刷開始。こんな感じで造形が進んでおります。さすがにプラットフォームが 305mm×305mm っていう大きなものなので、単一のフィラメントであれば一気に造形することが可能です。これがゆくゆくはマルチカラー化して4色とか同時に印刷できるようになると考えるとちょっとワクワクしますね。はい、かなり綺麗に印刷できたと思います。3D プリンターやってる方ならちょっと驚くかもしれないんですが、オートレベリングをしただけでスティックのりとか一切使わず1層目からしっかりとフィラメント定着して、反りとか剥がれも一切見当たらないですね。もちろんフィラメントが PLA っていうのもあるんですけど、これだけしっかり造形できればストレスなくものづくりができそうです。もちろんプラットフォームペイシートなので造形物剥がすのもめっちゃ楽ちんですね。じゃあこれを組み立ててみましょう。組み立て完了したビバくんがこちらです。今回は白一色なのでちょっと寂しい感じもします。ただ先ほども言った通り CD プラス4は将来的にマルチカラー対応が約束されているので、この白一色のビバくんもこんな感じで多色印刷が可能になるはずです。やっぱり色がつくと全然印象が違いますね。もちろんパーツごとにフィラメントを交換することで多色印刷は可能です。今回もそうやって作ったんですが、やっぱりマルチカラー印刷はちょっと憧れますよね。ただ残念なことにこのビバくんはフィラメントを5色使ってるので CD ボックス1つではちょっと足りないですね。これは作る側の問題ですね。というわけで当チャンネルのキャラクタービバくんの作例を見ていただきました。個人的には大満足。それでは CD プラス4のいい点悪い点をまとめていきます。まずはやっぱりコスパの高さ、30センチクラスの造形ができて、しかもヒートチャンバーがついていていろんなフィラメントが使える。しかも Core XY の積層型 3D プリンターで価格は CD さんの公式サイトだと11万4000円。他社さんのプリンターと比較してみてもかなりコスパは高いと思います。それプラスフィラメントドライヤーとしても使えるので、いろいろ買い足す必要がないってことを考えればさらにコスパは高く感じると思います。
そしてやっぱり将来的には多色印刷が可能になる点、別途 CD ボックスっていうのを買う必要があるんですが、最近積層型プリンターでは多色印刷ブーム一番熱い話題だと思うので、将来的に多色印刷が約束されているのはとっても楽しみです。 CD ボックスはいくらぐらいになるんでしょうかね。個人的な予想は3万円ぐらいでしょうか。そしてやっぱりオートレベリングとインプットシェーピング搭載なのはとってもありがたい。めんどくさい調整が必要なくなるので、印刷時間より調整に手間取られたみたいなストレスもなくなります。そして悪い点、いや悪いってわけじゃないんですけど、とりあえずめちゃめちゃ重たいです。今回一人で段ボールから取り出したんですけど、総重量約30キロちょい。本体の上部には取っ手がついてるんですけど、これを持って垂直に引き上げるのは確実に腰がやられるので、2人以上で作業するか、もしくは段ボール箱ごと横に倒して引っ張り出す、取り出す時がめちゃめちゃ大変でした。本体サイズの大きさについては造形エリアが大きいので、これは仕方ないですね。幅と奥行きは50センチぐらいで、高さは55センチぐらいです。とりあえず重たいので、設置場所も耐荷重とか振動要チェックですね。ビバーカーは床に置いて使っています。ちょっと不満があったのはこのディスプレイですね。タッチ式で操作はしやすくて反応もなかなか良好。ただこのファイルの部分で履歴がスワイプでは操作できないんですよね。上下のカーソルでページをめくるタイプ。しかもサムネイルが生成されるまで操作ができなくなります。これがちょっとストレスを感じるところ。もしかしたらソフトウェアとかのアップデートで表示は早くなるかもしれないので、そこはアップデートに期待しましょう。アップデートについては基本的にオンラインで更新することができるので、とても楽ちんです。古いバージョンからのアップデートは USB 経由だったと思います。そのあたり全部 CD ウィキというところに書いてあるので、困ったら CD ウィキをチェック。そうそう、 CD さんはサポートが手厚いので、その点も安心ですね。それと造形エリアが 305mm×305mm×280mm となっているんですが、実はそのサイズ最大の直方体は作ることができません。というのも、このプラットフォームのこの白い部分、細長いのと2箇所あるんですけど、ここ除外領域と呼ばれていて、このエリアには造形することができません。なので直方体の最大印刷エリアは 290×290×280。 アクアリウムの話でいうと30センチキューブ水槽の内寸にはちょうどいいサイズが作れます。もちろんこの除外エリアに乗っからない形状であれば問題なく造形できます。例えば板状の造形物だったら対角線上に置けば幅40センチぐらいまで造形することが可能です。というわけで今回は CD さんからご提供いただいた最新の積層型 3D プリンター CD プラス4レビューをしてみました。このレビュー動画作るまでにも何度も印刷してるんですが、印刷の失敗がほとんどないですね。造形エリアも大きいので、小さいものから大きいものまで造形したい人におすすめできる積層型プリンターだと思います。そして将来的に多色印刷、マルチカラー印刷したい人も要チェックですね。これは CD ボックスが発売されてからいろいろ比較検討されるとは思うんですが、とりあえず CD ボックスの写真を見る限り他社さんともそう変わりはなさそうなので、安心して導入できる気がしています。そしてやっぱり CD プラス4はコスパの高さが群を抜いている。この大きな造形サイズとヒートチャンバー搭載で11万円台。もちろん小型の造形サイズだともっと安いプリンターってのはたくさんあるんですけど、特に買い替えを検討している方には検討する価値のある製品だと思います。それといろんなフィラメントが扱えるのが魅力ですね。 PLA だけじゃ満足できないっていう人も、この CD プラス4だとヒートチャンバー搭載でノズル温度370度、ホットベッドも120度まで対応なので、いろんなマニアックなフィラメントが使用可能です。さすがに現段階で PPS-CF フィラメント 750g19000 円、これはちょっと手軽には試せないですよね。動画で見ていただいた通り PLA もすごいクオリティ高くできるので、やっぱりしばらくは PLA 使い倒していこうかなと思っています。マニアックなフィラメントももっと安く手に入るようになればいろいろと試してみたいと思います。今回紹介している CD プラス4については下の動画説明欄に公式サイトもしくは Amazon の商品リンク掲載してますので、スペックの詳細とか販売価格気になる方はぜひチェックしてみてください。
というわけで今回の動画は以上です。当チャンネルではアクアリウムの動画の他にも 3D プリンターでいろんなアクアリウム用品を作ったりしているので、もし今後の新製品とか気になる方はチャンネル登録、グッドボタンいただけると嬉しいです。それではまた次の動画でお会いしましょう。ご視聴ありがとうございました。バイバイ。